はようございます。たかしです。本日は5月13日土曜日、週末ですので、来週15日からのポンド円の相場の見通しをしていきましょう。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があれば、ポストプライムへの無料登録とフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。ではまずは日足から見ていきましょう。昨日の日足は陽線でした。ここのところですが、日足に関してはずっと上昇トレンドを描いて上昇中。そして現在そのオレンジのトレンドライン、そして日足の GMMA 付近まで下落してきたところでの反発となっております。ストキャスティクスはもう少し下げ余地がありますので、ここから反発、来週初動からのまた反発が起こるのであれば、ストキャスティクスはゴールデンクロスしてきます。過去のゴールデンクロスの位置がこの辺りですよね。現在地の少し下ぐらいになりますので、そろそろ反発してもおかしくないのかなというところではあります。ただ、ストキャスティクスの動きがあまり綺麗じゃないです。綺麗に下落、上昇していないという状態が続いてますので、綺麗に安値圏から高値圏、もしくは高値圏から安値圏という風に動いていると、その流れに沿ってチャートも動きやすくなるんですが、ここのところあまり綺麗に動いてませんので、ストキャスティクスが安値圏からゴールデンクロスしたとしても、ここから上昇していけるのかどうかっていうのは少し怪しいところではあります。現在は日足の緑のボックスの上限、そしてオレンジのトレンドライン、それから GMMA の青帯というところが意識されての一旦の反発にはなってますが、この先この反発からの上昇になるのかどうかっていうのはもう少し時間がかかると思いますので、もう一段の下落っていうところは考えておく方がいいと思います。その場合はこの白のラインぐらい 165.5 ぐらいまでの下落っていうところをイメージしておくのがいいですね。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足はこの黄色で描いた三角持ち合いを下抜けてからの今は調整の上昇のように見えます。4時間足の GMMA 今まではずっと上を向いていたんですが、今収束して下向きになりかけてきてます。そして現在地付近、金曜日はほぼほぼ動きがなかったというところで、1時間足の小さなボックスの中で上にも下にも行けないというそういう状態でした。この状態が月曜日も続くのであれば、4時間足の GMMA に上値を抑えられての下落。つまり今4時間足が下落トレンドに入りかけてきているんですね。この直近の最高値の172円ぐらいからの下落っていうのは高値を切り下げてきてます。そして安値もわずかですが切り下げてきているんですね。ヒゲですのでここを切り下げたというかどうか微妙なんですが、どちらにしましても今はディセンディングトライアングルのようなものを描いてきてますので、上昇したとしてもこの黄色の右下がりのラインぐらいまで、つまり三角持ち合いの上限ぐらいまでの上昇を考えておくのがいいと思います。そして4時間足の GMMAで上値を抑えられて下落してきた時は、先ほど日足で言ったライン 165.5 ぐらい、この辺りまでの下落っていうところを考えておきたいですね。今は4時間足では GMMA の青帯に上値を抑えられているところ、そしてそのすぐ下にはオレンジのトレンドライン、ここは日足の GMMA が走ってますので、日足の GMMA でサポートされるところ、4時間足の GMMA でレジスタンスされ、日足の GMMA でサポートされるという分かりにくいところにありますので、これを抜けた方についていくのがいいですね。もし下落を狙うのであれば、このライン、この青いラインですね、167.8 付近っていうのを明確に下抜けてからのそこからの下落の流れで 165.5 付近まで、そして上昇を狙う場合ですと、4時間足の GMMA の上に乗せてから、その GMMA でサポートされてからの上昇の流れ、その場合は直近の高値の 171.1 付近まで、この高値ぐらいですね、そのあたりまでを狙っていくのがいいと思います。現在地っていうのは日足、週足ともにかなり高値圏にありますので、ここから週足単位での大きな下落に入ってもおかしくないところにありますので、あまりどんどんこの上昇の流れを追っていくっていうのは危険ですので、短く利確していくのがいいと思います。もちろん上昇する可能性もあるんですが、やはりかなり高値圏にありますので、もし上昇を狙うのであれば、しっかりと下がったところからの上昇を狙って、優位性のあるところからエントリーしていく必要がありますので、もしそうするのであれば、直近の安値ですね、167.8 付近までもう一度下落してきて、ここでダブルボトムをつけてから上昇するみたいなところを狙っていくのがいいと思います。上がれば上がるほど優位性がありませんので、大きく上昇してきて、この辺りですね、直近の高値を超えたあたり、171.1 を明確に上抜けたあたりから、例えばロングエントリーをしたとすれば、ここもうかなり週足での高値圏になりますので、上昇する可能性はあったとしても優位性はありませんので、そこは注意です。ですので、ロングエントリーをするのであれば、できるだけ下がったところから拾っていく。
のがいいですね。直近ではダブルボトムをイメージしての上昇、もしくは4時間足の GMMA の上に乗せてからの上昇、その場合は GMMA にサポートされてからっていうところを見ておくのがいいです。で、GMMA にサポートされるっていうのはこんな感じですね。3月の28日ぐらいのこの上昇のここ GMMA にサポートされてますよね。こういう動きをしてくればここからの上昇の流れに乗っていくという感じで同じイメージで持っておくのがいいと思います。では1時間足です。昨日の夕方に投稿したショートムービーでもお話ししてますが、まずはこの黄色のボックスを上抜け下抜けするかというところに注目です。現在は1時間足の GMMA 付近に張り付いてますので、これ上抜ける可能性が高いとも考えます。ただ上抜けた場合はすぐ上に4時間足の GMMA がありますので、しっかり上抜けてそこからの上昇の流れ、そして一旦はこの緑丸の直近高値ぐらいまでを目指していくのがいいですね。これ以上もちろん上昇する可能性もあります。4時間足の GMMA がこの辺りを通ってます。この緑丸の下ある高値付近ですね。ですので、ここの高値を明確に強く上抜けてくれば、4時間足の GMMA にサポートされて次の上昇というイメージができるんですが、まずは4時間足の GMMA でレジスタンスされて下落する可能性も考えておきたいので、この黄色のボックスを上抜けても、次4時間足の GMMA で下落するということもあるので、上昇した場合は短く利確していく。ただし、黄色のボックスの下限付近からロングエントリーできた場合は、その場合は4時間足の GMMA にぶつかってもそこを上抜ける期待ができるかもしれませんが、あまり高いところでエントリーした場合は早めの利確がいいんじゃないかと考えます。今はこの緑のトレンドラインを上抜けてはきてます。上抜けるというか横の抜け方ですので、ここから上昇するかどうかっていうのは怪しいところ。ただ、1時間足の GMMA にぶつかったところで今下げ渋ってますので、おそらく上抜けるんだろうとは思いますが、現在地のすぐ上には4時間足の GMMA があることも忘れないようにしておきたいですね。そして、ボックスを下抜けた場合もすぐ下には日足の GMMA、ちょうどこのオレンジのトレンドラインぐらいのところに日足の GMMA がありますので、サポートもされやすくなりますので、黄色のボックス下抜けた場合の利確ポイントは直近の安値ぐらいまでですね、168円ぐらいのところに利確ポイントを置いておくのがいいと思います。1時間足では黄色のボックスの中で動いてますので、これを抜けた方についていくのがいいんですが、基本的にはこの大きなボックスですね、169.8 付近から 167.8 付近での大きなレンジの中の現在は中央付近で小さなレンジを作っているというイメージでトレードしていくのが良さそうです。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧なスキルアップ動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。7月からプライム会員価格を値上げしますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。